皆さんこんにちは。今週は ETF の分配金、換金売り、総額 1.1 兆円の売り圧力など、どんよりとした展開が多かったですね。サムネイルにもありますように、今回から2回に分けて、最近ちらほらと出始めた大型株の一部銘柄が暴落を記録している、このネタを取り上げたいと思います。例えば今週一番話題になったのはご覧いただいているソシオネクスト。大株主からの株式売却報道を受けて、翌日から一気にストップ安。こちらの銘柄は半導体関連ということで、直近だいぶ上がってきてはいたんですけれども、大株主の国、富士通、パナソニックが発行済み株式数の3分の1以上を一気に放出することが決定されました。ただこちらの銘柄、大型株の割には上場してから1年も経っておらず、この3社がソシオネクスト株を売却することを事前に証券会社が知っていたのではないかと考えられます。それをもとにヘッジファンドをはじめとする空売りを仕掛ける機関投資家が証券会社とつながっていて、今回の暴落劇を主導したのではないか。こういった話をデータで裏付けるために今一生懸命分析しているんですけれども、さすがに3日では動画間に合わないということで、こちらのネタは来週の後編でご紹介させていただくこととして、今回は先にですね、他の暴落銘柄、こちらは6月末に暴落を記録した創生グループ、そして今ご紹介している銘柄の中では最も大型株の第一三共ですね。今回の前編では医薬品関連の銘柄について、この2社のように新薬の開発で悪いニュースが出てきた、開発中止であったり試験結果が良くなかったというものですけれども、そういった暴落を記録した時に買いを入れることが良好な運用結果につながるのか、他の銘柄に比べて医薬品関連は乱高下激しい印象がありますが、そのあたりデータを分析して検証していきたいと思います。ということで今回の動画テーマに関しては、今申し上げた疑問、乱高下激しい医薬品銘柄ですけれども、下がったタイミングで買いを入れれば効率的な運用ができるのかどうか、今回は全上場企業を対象に業種ごとに下がったら買いというのを簡易的に行っていたときに、5年経ったタイミングで利益が出ているのかというのを分析したいと思います。医薬品業界自体は伸びるのかどうかというのも踏まえて、買うとしたら先ほどのような創生あるいは第一三共のような激しく下がった銘柄なのか、あるいはその他の医薬品銘柄の方がいいデータが出ているのか、これをまとめとしてご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。今回のデータ分析の起点となるアイデアは、先ほど申し上げたような暴落のタイミングで買いを入れると、医薬品銘柄は長期的にパフォーマンスを上げるのかという話ですけれども、分析する前にですね、前提として運用効率の測り方というのを簡単にご説明したいと思います。印象として医薬品業界の銘柄はストップ高やストップ安をたびたび繰り広げているように感じますけれども、例えばとある A 社と B 社の2社の銘柄が6日間株価推移を繰り広げているとします。共に100円から始まって6日目には120円を迎えるということで、どちらの銘柄もリターンとしてはプラス 20% を記録しています。しかし両社6日間のうち大きく上昇下落を繰り広げている青色の線 A 社の銘柄と、比較的なだらかに株価が推移しているオレンジ色の B 社のライン、この乱高下の激しさというのがいわゆるリスクあるいはボラティリティと言いますが、このリターン 20% を取るためにどれくらいのリスクを取る必要があるか、これが運用効率の考え方です。医薬品関連の銘柄のように暴落暴騰を繰り返す銘柄というのは、どちらかというと青線の A 社の傾向にあるということですけれども、この両社のリスクを計測してみますと、A 社は標準偏差が26、一方で B 社は標準偏差が9ということで、この乱高下の激しさを標準偏差という数値で表しています。そして皆さんもご存知と思いますけれども、この A 社 B 社どちらが運用効率が良かったか比較する際には、このリターンの 20% 割る各社の標準偏差ということで、 A 社は 0.77、 一方で B 社は 2.34 という数値が出て、 B 社の方が運用効率が高い投資ですねと判断できるわけです。この数値こそがシャープレシオというものですね。こちらのチャンネル日々ご覧いただいている方には釈迦に説法かと思いますが、今回はこのシャープレシオを中心に分析を行っていきたいと思います。それでは早速今申し上げたシャープレシオを上場全銘柄で測定し、業種別に比較していきたいと思います。まず取得している前提のデータとしてはこちら。まず縦軸がこちら2017年の6月末からの6年間。そして横軸が
各銘柄ですけれども、上場全銘柄の中でも、この期間内に新規上場したような銘柄ですと、データが6年間取れませんので、そういった銘柄を除いて、6年間の株価が取得できる3200銘柄余りを今回対象としています。そしてそれぞれの銘柄で先ほど行ったリターン割るリスク、標準偏差、これを行ってシャープレシオを業種ごとに平均したものですね。今回の業種は東証33業種区分を使っています。そして数値データが6列ありますけれども、左側の3列に関しては、今取得した対象期間6年間丸々のリターンの平均、そしてこの6年間でどれくらいブレ幅が大きかったか、ボラティリティという項目ですね。この2つ、リターン割るボラティリティを行うことで、シャープレシオをこちらで計測しております。これが2017年6月末からの6年間のデータ。そして右側の3列に関しては、直近の1年間、つまり2022年の6月末からとなっています。リターンが高かった業種、あるいは運用効率が高かった業種というのがどれなのか相対比較ができるわけですね。このデータをもとにまずは業種比較、そして医薬品業界はどういう特徴があるのかというのを見ていきたいと思います。まず今ご覧いただいた33業種のデータを一番右側のシャープレシオ1年間、直近の1年間で運用効率のデータを並び替え行いますと、こちらですね。星のマークが並べ替えを行っているデータ列ですけれども、一番上は空運、そして2番目が鉄鋼、3番目に工業ということで、リターンの平均自体は3番目の工業が最も高いですけれども、その途中過程で株価のブレ幅ですね、リスクというのがリターンに比例して大きくなってしまっているので、運用効率、シャープレシオという意味では空運がトップになっているという形ですね。一方で下位の方、下から見てみますと、石油、そして今回主役となっている医薬、さらに海運というのも入っています。海運は足元2、3年、たびたび相場を賑わせますが、リターンの割に乱高下が激しいというデータですね。そして医薬は石油に次いで2番目に運用効率が悪い。そして直近1年間のリターンはこの2業種だけが平均するとマイナスとなっています。ここまで単純に業種ごとの運用効率というのをご覧いただきましたけれども、それだと冒頭で申し上げた医薬品銘柄のような暴落のタイミングで入ると勝ちやすいのかという分析には該当しないわけですね。なぜかというと、リターンの基準となっているスタート地点が全期間の場合だと2017年の6月末、そして1年間だと去年の6月末ですね。このタイミングの一時点の株価から今足元のこちらも一時点ですね。このリターンの瞬間を捉えて計測している。極端なことを言えば、仮にちょうど1年前に暴騰したタイミングとなってしまった場合は、リターンの計測という意味では不利な数値が出ますね。一言で言うと、偶発的なタイミングでリターンを計測しているということです。ですので、簡単に一工夫加えて、暴落のタイミング、あるいは安くなっているタイミングで買って長期投資することが有効なのかどうかというのを検証してみたいと思います。どんな工夫をするのか、例えばご覧いただいている例の3銘柄ですけれども、6年前から5年前のこの1年間で最も安いタイミングの株価、これをそれぞれの銘柄でピックアップします。例えば緑の銘柄ですと、一番安いタイミングと見えるのがこちらの暴落したタイミング。一方で青の銘柄に関しては一番安いタイミングは結果的にはこちらあたりの局面となっています。これを全銘柄に関してこの1年間で一番安い株価をピックアップしてきます。同じように5年前から4年前のこちらの1年間でも一番安い局面、暴落したタイミングというのを拾ってきます。今度は緑の銘柄ですと、例えばこちらの暴落した株価。一方でオレンジの銘柄ですと、このあたりですね、一番谷をつけているタイミングの株価。そしてもう1年ですね、4年前から3年前。この期間でも同様に全銘柄、それぞれで最も安い株価を取ってきます。そしてこの3年間それぞれ取ってきた株価を平均することで、ここから今足元のピンクの丸がついている株価水準までどれくらいリターンが出ているかというのを計測します。そうするとですね、だいたい6年前、5年前、4年前の最も安い取得単価を平均しているので、暴落したタイミングからの5年間長期運用が実を結ぶのかというのを見ていきたいわけですね。こちらの計算を全銘柄で行って業種平均を取りますとこちらになります。今度ご覧いただきたいデータは今申し上げたように長期の計算となりますので、こちら全期間でのデータが今ご説明した計算過程を加えたことによって変わっています。そしてご覧のデータで並べ替えを行っているのはこちらの
全期間のシャープレシオとなっています。そうすると先ほどのデータからは、どの業種も非常に運用効率が高い数値になっています。6年前、5年前、4年前の最も安い株価を起点としているので、非常にリターンが高くなるのは傾向としては当然のことなんですけれども、その中でも乱高下が激しめな医薬品業界は長期投資をした時に実を結ぶのかと言いますと、一番下のところですね、最も運用効率が悪い業種になってしまいました。足元1年間で唯一医薬よりも下に来ていた石油業界に関しても、こちらの計算だと運用効率は医薬を上回ってしまうということで、データをご覧いただいて医薬の運用効率が悪い一番の原因、何かすぐお分かりいただけると思いますが、結局平均的にはリターンがあまり上がっていないということですね。6年前、5年前、4年前にそれぞれ暴落を記録した銘柄が直近の株価と比較してもあまり水準感として変わっていない。むしろ下がったタイミングで買うという同じような戦略を行うのであれば、医薬じゃない業界の方がこの5年間では高いリターンを記録しているわけですね。そしてもう一つ面白いのが、こちらボラティリティですけれども、医薬品業界の平均的なブレ幅は他の業種よりもかなり高い数値となっています。こちらが高いことも運用効率が悪くなる一因ですが、一番トップの海運、この業界の平均的なリスクよりもさらに高いリスクになっているということですね。基本的にはリスクを高く取るんであればリターンも高くなる海運のような形が理想ですけれども、この5年間では医薬の銘柄はリターンが上げられていないという形になっています。ただですね、今お話ししたのは長期投資で5年間経った後に報われるかどうかの話。創生グループあるいは第一三共どちらもですね、暴落を記録した直後には買い戻しが入っている。暴落直後に短期で入ってすぐに利益確定をする分には美味しい銘柄かもしれません。特に第一三共に関しては、今回の試験結果による株価への影響は500円と試算している証券会社もありますので、それ以上の下げを記録していたところから戻ってくるというのは自然な流れかもしれません。ただ、我々一般人に試験結果の影響が株価に反映した時にはいくらというのが瞬時に判断できる方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。それこそ医療従事者のような専門的な方でないとピンとこないわけです。そうすると暴落を見てこれは下げすぎだと思って買っても、もはや短期で直後の買い戻しすら入ってこないこともある。結果的に長期投資になってしまうことも考えられます。基本的にはこのチャンネル長期投資をメインとしたデータ分析をしていますので、2番目までのテーマで医薬品業界が直近5年間最も業種の中で運用効率が悪かったとはいえ、それでも医薬品の関連銘柄を買うとしたらどういった希望があるかと言いますと、こちらご覧いただいているように、この5年間よりも先行きの5年あるいは10年間で医薬品業界にとって希望が持てるようなデータ。まず左側に関しては世界各国で高齢化が進んでいる。そしてその流れは今後数十年間顕著に続いていく。特に日本は激しく高齢化が進んでいきます。そして右側のデータはアメリカの FDA 食品医薬品局による新薬の承認件数ですけれども、4年ごとに期間を区切っていますが、直近の4年間は2007年からの4年間と比べて2倍以上の新薬承認が得られている。つまり前の5年間は株価としてはダメだったかもしれないけれども、経営環境としては悪くないはずだと考えるわけですね。そしてワクチンなど利権がかなり騒がれましたけれども、今後いつ新たな疫病が蔓延するかわからない。このような医薬品業界を取り巻く追い風の環境も踏まえてですね、長期投資を考えていて、暴落したタイミングを見つけた時に買っていきたいと考えるのであれば、どういった銘柄を買うべきかというのをご覧いただきますと、こちら医薬品業界の中でこの5年間でもシャープレシオが0以上、つまりリターンを上げられている銘柄、そして足元の1年間でもリターンを上げられている銘柄というのをピックアップして、この1年間特に運用効率が良かった銘柄を上から順番に並べております。そうすると上からロート製薬、エーザイ、アスカ製薬ホールディングス、武田薬品工業と並びます。この中でも特にエーザイなどはアルツハイマー薬の開発でここ数年間何度も
乱高下を繰り返している。その割にはリターンがしっかりと上げられているという形ですね。また上から4番目の武田薬品工業も高配当銘柄として非常に人気の銘柄。こちらに関してはエーザイとは逆の特徴ですね。リターンに関しては他の製薬銘柄よりもどちらかというと低い数字ですが、株価の変動、リスクという意味ではこれもかなり他の銘柄より低い、あまり乱高下しない医薬品関連銘柄と言えるでしょう。ということで運用効率を計算した時には上から4番目とかなり高い順位に入ってきます。このあたりは医薬品業界の中でも非常に大型銘柄ということで、長期投資を考えている方には非常に入りやすいかと思います。そしてエーザイに関しては新薬開発の過程で株価の乱高下が起きやすいということで、下がったタイミングで買うというのが有効であると言えるような銘柄かと思います。そして今回中ほどには話題になった創生グループ、また下から3番目には第一三共が入っていますけれども、創生グループは高値で買った方には非常にきつい大幅な下落となっていますが、1年前から比べるとまだ3割以上のプラスになっている形ですね。今回の暴落によってリスク数値はかなり高くなりましたけれども、それまでは右肩上がりで株価伸ばしてきました。今回は新薬開発の過程というよりかは開発中止ということなので、今の足元のリバウンドが継続するのかというのは、マイナスのサプライズだった試験結果が今度はプラスに作用するというようなことも開発中止の場合は生じ得ないことかと思いますので、この辺は慎重に見極めが必要になってきます。また当チャンネルの5項目5段階評価の動画でご紹介したような大塚ホールディングス、こういったところは出遅れ銘柄ということでリターンがまだ他の銘柄よりも上がっていない。一方でボラテリティ、リスクに関してもそこまで高くない銘柄として乱高下関係なく出遅れ銘柄を探している方には魅力的な銘柄の一つかと思います。ということで今回動画をご覧いただいたように、医薬品関連の銘柄といっても新薬開発に左右され株価が乱高下しやすいという特徴の銘柄があったり、逆にそこまで大きく乱高下することなく高配当銘柄あるいは出遅れの銘柄といったような安定した特徴を持つ銘柄が存在することをご覧いただきました。今回の創生あるいは第一三共のように大きく暴落すると長期投資という目線でも買いたくなる衝動に駆られますが、データ分析的にはあまり有効性はなく短期的な鞘抜きの方が向いているんではないかということでした。さて次回の後編については冒頭で申し上げた通り、ソシオネクストの裏側で起きていたこと、空売り数量や信用残のデータ、あるいはレンディングの状況なども交えながら、第2のソシオネクストのような銘柄をつかまないためにも、皆さんに情報をご提供できればと思います。ぜひチャンネル登録、高評価を押していただいて、後編の動画も楽しみにしていただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。